古漢末期、漢帝、霊帝と暗愚な君主が続き、宦官たちが権力を握り、政治の腐敗が進行していった。清流派の官僚は排斥され、賄賂で政治が動き、汚職官僚がはびこり、民衆からの搾取が激化し、民政は捨て去られた。こうした中で疫病、天災、飢饉が相次ぎ、5000万人の民衆の生活は困窮した。この状況下で民衆の心を急速に掴んでいったのが、太平道の指導者、太建領司長閣。太平道は十数年間の活動を通じて数十万の信者を集め、蒼天すでに死す、後天まさに立つべしという合言葉を広げ、孔子の年を期して一斉放棄し、漢の支配を転覆させることを図った。しかし、その陰謀は実施直前になって密告者により暴露された。太平道幹部の馬元義、太平道に内通していた中将寺の法相、徐法ら関係者は逮捕、誅殺され、聴覚にも追っ手が派遣された。急遽予定変更を余儀なくされた聴覚は、教団全体に向け即時の放棄を指示した。よし、俺たちも将軍を名乗ろう。俺は天功将軍、お前たちは地功将軍、人功将軍。我ら本体は紀州を制圧する。おう、ではいよいよ行くぞ。皆の者、蒼天の世がやってきたぞ。全員目印に黄色い頭巾をかぶれ。そして軍権の役所を全部焼き尽くせ。軍権の役所ってどこにあるんだ？門にこうして書いてあるのが目印だ。全国の太平道信者は一斉に立ち上がった。彼らは皆黄色い頭巾をして敵味方を区別したため、黄巾族と呼ばれた。うわうわ、あちこちでいきなり火の手だ。いたいた、捕らえろ。おいおい、黄巾族が攻めてまいります。こちらには兵士もろくにおらんぞ。逃げよう。どちらに逃げるんですか？都だ、都。泣くようなんてはるか遠くじゃないですか。いいから今すぐ南に逃げるんだ。そうはさせないぜ。やっと無理だったか。天城を攻め落とせば南陽軍は我々のものだ。さあ城門を突破せよ。城門が突破され、賊軍がなだれ込んできます。そんな逃げる暇もないじゃないか。さあ大使の首を上げて武器を手に入れろ。よっしゃ。こうして各地の軍権が次々と黄巾の手に落ちた。天下が一斉に大混乱に陥ったことで、都洛陽の人々も恐れおののいた。どうすればよい？この洛陽にも黄巾が攻めてくるのか。洛陽の周囲の守りを固めましょう。黄巾はそれほど武具の備えはないはずです。守りを固めればおいそれと攻められることはないはずです。よし、お前を大将軍に任命する。洛陽の防備は任せたぞ。かしこまりました。家臣殿が大将軍にご栄転された。わしに代わって大将軍就任のお祝いを述べてきてくれ。かしこまりました。国会の公文居です。楊大尉の名代で大将軍に祝いを申し上げに参りました。大将軍はご多忙であられる。そこで待たれればよい。どのくらい待てとおっしゃるのかな。さあ、今日一日か明日までか。なんだその態度は無礼ではないか。その名刺を返してくだされ。おう、戻ったか。大将軍に無礼な扱いを受けました。こんなの我慢できません。私は辞職します。何があった？孔融という人物がこんな振る舞いをしたそうです。大将軍に恥をかかせおったな。けしからん。刺客を送って暗殺しましょう。そうか。わかった。そのようにせよ。閣下、それはなりませんぞ。公文居は天下の名士。閣下がもしこの人の仇になれば、四方の士は背を向けて立ち去りますぞ。いっそのこと公文居を手厚くもてなせば、閣下の度量を天下に示すことになります。そうか。そういうものなのであれば名士からの評判にも配慮せねばならぬな。こうして家臣は一転、礼を尽くして孔融を招き、優遇した。こうして家臣は天下の名士の中でも徐々に良い評判を得るようになったのである。家臣は左右林及び北軍護衛の紙兵を率いて都邸に駐屯すると、武器を修理し、都の防備を固めた。平定は地方の州軍にも命の利を下して武器を整備させ、都洛陽を囲む8カ所の関所に問いを設置した。平定はさらに黄巾族への対応について軍神の意見を求めた。これに対して軍神から上奏文が寄せられた。なんかいろいろ意見が来ているな。どれどれ。黄巾族が発生したのは、重将寺をはじめとする陛下の側近にいる者たちが政治を乱し、民を苦しめているからです。重将寺を処刑するべきです。また、族に参加している民衆は皆、国家による強化が不足しているために太平道に惑わされております。武力行使でなく、
民を強化することに力を注ぐべきです。国家が兵を出すのではなく、将軍を黄河のほとりに派遣して北の方に向いて皇居を朗読させるのが有効でしょう。族は強化され自然に消滅するでしょう。なんだこれは、わけわからんな。この男は国家が将軍を任命し、軍を出すことに反対しております。ひょっとすると聴覚に内通しているのではありませんか。けしからん。この男を逮捕して獄につなげ。次の上層は誰のだ。聴覚が兵を挙げて乱を起こし、ランマンという人が喜んで彼に味方したのは、根源は全て十条寺が自分の父兄、子弟、親戚、品格に各州軍を占拠させ、財物を独占し、民衆を信頼したことにあり、民衆は冤罪を訴えるにも訴える場所がないため、不法なことを討議し、集まって盗賊となったのです。十条寺を斬首して、彼らの首を南の郊外に吊るして、これによって庶民に謝罪し、また使者を派遣して天下に布告するべきです。こうすれば大軍を動かすまでもなく、盗賊は自然に消えるでしょう。この者も十条寺が悪の根源だと言っているな。実際どうなのか。お前たちが本当にこの度の黄金族の件の原因なのか。ただいま他の十条寺を呼んでまいります。一緒にこの件について申し上げさせてください。陛下はどんな具合だ。まずいぞ。陛下は今回の黄金族について非常にお怒りで、我々を強くお疑いだ。どうしよう。下手に陛下を刺激すると本当に処刑されてしまいかねない。ひたすら平身低頭しよう。わかった。陛下、誠に申し訳ございません。今回の黄金族の件で我々の行為が原因であるという訴状が寄せられていると伺いました。我々自ら牢獄に赴いて取り調べを受けたいと存じます。我々一族の財産をお持ちしました。これをすべて軍事費にお使いください。そうか。お主たちの気持ちはよくわかった。元の職場に戻ってこれまで通りの職務を続けよう。それにしてもこの長金というやつは頭がおかしいな。十条寺には何一つ良いことがないとでも言うのか。とにかく聴覚の太平道を信仰参与したものを徹底的に調べ上げよう。かしこまりました。役人たちは長城らの意図を受け入れ、長金が黄金太平道を学んだと布告した。諸君、長金は厳しく拷問され、牢獄の中で撃ち殺された。十条寺は芝居めいた行動で何とか霊帝の怒りをそらし、地位を守ることに成功したのである。次に霊帝に進言を行ったのは、北地軍大使の候補数だった。宝庫の金は15年間継続しており、これが国家を分断する大きな要因となっております。今回の族への対応を優先するため、宝庫の金を解除するのが得策です。法人を赦免せよとな。まあお主の言うことはわかる。考えてみよう。他にあるか。宮中の倉庫に蓄えた金銭と声援の馬を放出して軍のために用いるのが良いと存じます。何、金が官位を売って蓄えた金を放出せよと申すか。まずはこの翁族を平定することを最優先で考えるべきかと存じます。まあそうだな。それも考えよう。対応に迷った霊帝は、中条寺の中でもとりわけ清廉で忠誠心が高く、政治的見識にも富んでいるルクを召し出した。参りました。実は候補数が宝庫の金を解除すべきと言っているのだが、小主はどう思うか。私も同感です。唐人の関係者の恨みは極めて深いものがあり、唐人を許さなければ、彼らやその同調者が聴覚と結託して黄金族がさらに拡大し、収拾のつかぬ事態に発展する恐れがございます。唐人と黄金が手を結ぶともっと恐ろしいことになるということか。はい、その時になって後悔しても、もはや間に合わないでしょう。分かった。それでは宝庫の金を解除するとしよう。天下に大赦を行う。唐人とその一派を赦免する。ただし聴覚だけは多面の対象外だ。ここから我らは反撃に転ずるぞ。苦行は皆馬と供出せよ。列将の子孫及び利民で天神の軍略に明るいものを推と招聘させよ。それであれば適任がおります。誰だ。汚職です。あの者は文武両道の才能を持ち、蛮族の反乱を平定したこともあり、非常に恩徳心理を施す人物ですので、適任と存じます。よし、では盧職に聴覚の討伐を命じよう。あと、目下の脅威はゲーセンで暴れている賊軍だが、こちらはどうすればよい。候補数が適任です。彼はかつて羌族との戦争で活躍した候補機の上で、軍事に明るい人物です。また、主春もおすすめです。海系の族である巨匠の鎮圧や、孔子の族の鎮圧に活躍いたしました。
よし、現世にはその候補数と主春を使おう。私も一名推挙したい者がおります。誰じゃ。議郎を務めております曹操です。将軍の家の出身ではありませんが、陛下の書に大変明るく、きっと役に立つものと存じます。よし、では曹操も用いるとしよお待ちください。う。どうした。私がかつて海警の賊と戦いました時に一人素晴らしい働きをした者がおります。その者を私の配下として従軍させることをお許しください。わかった。ちなみに何というものか。五郡不春県出身の孫権あざなお分代というものにございます。このようにして朝廷は公金への対応を至急で進めた。土職、候補数、主春、それに曹操と孫権、彼らが前線に赴き、公金軍と対峙することとなるのである。高麿です。公金の乱によって天下は激しく動揺しました。この時の朝廷の対応は迅速かつ基本的には正確であり、霊帝の判断はおおむね正しく働いていたように思います。ではどうして霊帝は十条寺を取り調べなかったのかという疑問が残ります。本当に霊帝は十条寺に情報統制されて事実が見えなくなっていたのでしょうか。私はそれだけではなく、霊帝は十条寺の悪を知りつつ多めに見ていたのではないかと思います。なぜ霊帝が十条寺を多めに見たかというと、十条寺は詩人と違って絶対に自分に逆らわず、霊帝自身にとっても都合の良い存在だったから、つまり霊帝と十条寺は持ちつ持たれつの関係だったと考えますが、いかがでしょうか。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。